こんにちは、ザッピーです。今日はポール・マッカートニーのドラムを昔から気にしていることがあるんですね。なんでポール・マッカートニーは自分のドラムをあれほどまでに録音したがるのだろうかという素朴な疑問ですね。ポールはどんな人間だろうとね、どんなドラマーだろうと、上手いドラマーは捕まえてきて叩かせることができるわけですけれども、時折もう定期的にと言っていいぐらい自分でドラムは録音しますよね。好きなんでしょうね、明らかに。それはもう間違いないですね。ドラムが大好きなんでしょう。で、なんでそれを不思議に思うかというと、曲によってはですけれども、もう聴けないぐらい下手だなと思ったこともあるんですよね。一番先に聞いたというかそう思ったのは、マッカートニーっていうアルバムに入ってるインストゥルメンタルですね。本当にママミスアメリカとかいろいろありますけれども、もうバタンバタンドタンドタンって音が止まっちゃうんですよね。こう転がる感じが全然ないんですよね。そういうこともあってちょっとがっかりはしてたんですよね。ところがですね、ポール・マッカートニーさすがだなというふうに僕が最初に思ったのは、あんな録音をして絶対ポール・マッカートニー最初に俺って下手だなって思わないはずがないと思うんですよね。でもきっと好きで好きでしょうがないのでドラムがまあなんかね、他にも理由があってやっぱり一人で演奏してるんだとは思うんですけれども、でそれを本当に挽回したのがバンド・オン・ザ・ランだと僕の中では思ってるんですね。僕にとっては下手な人が上手くなったのがバンド・オン・ザ・ラン下手だっていうのは言い過ぎですよ。もちろん言い過ぎですよ。やっぱりちゃんとね、演奏としては成り立ってるんですけれども、僕が好きか嫌いかっていう話ですよ。ね、好きなドラム嫌いなドラムの叩き方をしてた人が、かっこいいな、これなら僕は好きだなと思ったのがバンド・オン・ザ・ランですね。でバンド・オン・ザ・ランは全部ポールが確か叩いてたと思うんですけれども、美しいですね。本当にいい音がしますね。僕にとっては。はい。あのすごい手数が多くて、ものすごい上手いドラムっていうね、技巧的に上手いという形ではないんですけれども、ドラムらしい音になったんじゃないかと、ドラマーらしい音になったんじゃないかっていう風に感じたのがバンド・オン・ザ・ランですね。でそれでも終わらないでどんどんやっぱり自分でね作っていくわけですよね、いろんなアルバムを。マッカートニー2なんかも当然自分で全部やってるんですけれども、あの中のドラムは今一つなものもやっぱりまだ感じたものもありますね。ちょっと気を抜くとああなっちゃうのかもしれませんけどね。よくわかりません。それともああいう叩き方が好きなのかもしれないんでね。あとはその後にフレーミングパイっていうアルバムが出てきますよね。あん中では随分自分で叩いてる曲もあるみたいなんですけれども、ヒット曲のヤングボーイっていうのも自分で叩いてるらしいんですね。で、あの頃のポール・マッカートニーを記録したビデオもあるんですけれども、やっぱりドラムを叩いてる姿が映ってるんですね。フレーミングパイの中に、プロモーションビデオもあって、その中でも、ドラムを叩いてる姿が映ってますけれども、それ見た時あれすごい軽快で上手くなったなっていうふうに思いました。ぶっちゃけて相当練習してる人なんだろうなと思います。練習じゃないのかもしれないけど、ドラムが好きでよく叩く人なんだなっていうふうには思いました。うん。最初の頃のね、マッカートニーの頃っていうのは、おかずを入れない方がいいよと思うぐらい、おかず入れると、なんていうのかな、手が回らなくてうまく、止まっちゃう感覚があったんですけどね。ヤングボーイとかフレーミングパイの頃になると軽快さが出てきてかっこいいですね。つくづくそう思いました。でその流れはマッカートニー3も感じましたね。上手くなったんだこの人って本当に思いましたね。でポールはね、ご存知の通り本当に天才なので楽器というのはすぐ覚えちゃうそうですね。
教わったことがないっても言ってましたよね。どんな楽器でも最初にこうすればこういう音が出て、その規則性みたいのが分かると、自分でいじってるとどん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 覚えてっちゃうので、耳もすぐ覚えるじゃないですか、音をね。なので楽器というのは教わったんじゃなくて、自分で演奏していて覚えてっちゃう人らしいですね。すぐ覚えちゃうらしいです。教わったことがないとモーツァルトと同じですね。本当にね、本当にモーツァルトの形ですね。なんでドラムもね、明らかにもともとドラマーじゃないわけですから、きっとリンゴスターがいない時にひょこひょこ叩いてて、面白いじゃないっていうことでやってたんでしょうね。でドラムの唯一他の楽器と違うところはやっぱりメロディーではないので、ドラマーの人であればね、ご存知だと思うんですけれども、ドラムを叩くって綺麗に叩くっていうのは割と肉体労働なんですよね。僕も多少ドラムやるんで、そう思った感想を言えば、腕が速く綺麗に動くとか、俊敏性を持って体が右から左まで回るとか、でシンバルを叩くときに手首が綺麗に返るとか、いろんなね、この体ね、自分の体、フィジカルの部分が、鍛えて、いかないとですね、なかなかかっこいいドラムってできない部分があるなと思ったんですよ。ピアノだってありますよ。やっぱり指のね、感覚とか指の強さをつけていって速さもつけるとかいう、そういったフィジカルの部分はやっぱりあるんですけれども、だけどドラムの方が全身的な、そういうフィジカルトレーニングが必要な楽器だなっていうふうに思ったんですよね。キックなんてね、足なんて特にそうですよね。ガンガン速く足をね、音を入れる場合はものすごいトレーニングしなきゃいけないなとかね。手だってもちろんそうですけど。なのでポールにしてみればですね、普通簡単にマスターしてしまうギターとかベースとかピアノとかトランペットとか、そういうメロディー楽器とはちょっと違うものが明らかにベースにはドラムにはあったんだろうなと思いますね。ただ例によってポールは楽器に関しては全くアレルギーを持たないでしょうから、自分が下手だろうが何だろうがどん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 好きであればやっちゃうんでしょうね。それでドラムに関しても時間をかけてやってって上達して、もう一流と言ってもいいぐらい上手くなってると僕は思いますけどね。本当に最近はですけどね、最近はですよ。昔はやっぱり肉体的にきっと追いついていなかったんじゃないかなというふうな想像をしてます。最初の頃は特に、俊敏性という意味でなかなか追いつかなくて、こう綺麗なね、叩き方を速い叩き方をするときに特に止まりやすくなってたんじゃないかなというふうにも勝手に想像はします。そこはでも練習をして体の方がね、やっぱり覚えていったんだろうなっていうふうにも思ったりしますね。で、なんでそこまでしてドラムやるのかなとやっぱり思いますね。もちろん好きなんでしょう。好きでしょうがないんでしょうけれども、ちょっとお金出せばドラムなんてね、叩いてくれる超一流の人たちがいくらでも周りにいるわけじゃないですか。リンゴスターだっていいわけですよね。でもきっとね、ポールは自分で作曲して自分でレコーディングを完成させるときに、きっと自分でドラムを叩いてしまった方が早くその理想の演奏、理想のバランスに近づくというのが分かってるんでしょうね。上手い下手よりもこういう叩き方をしてこういうリズムの、アクセントを入れて、そうなんていうんですかね。でレコーディングの音はこういう形でまとめてと、おそらく青写真が出来上がってしまって、でそのためにはもう誰かね、ドラムをキャスティングするよりも自分でやってしまった方が早いと思うことも多々にあるんだろうなというふうに想像してます。はい。でウィングスのね時代に特にですけれども、ドラマーがよく変わりましたよね。よくというか何人か、3人かな、分かんないけど変わったんですよね。でその度にやっぱりバンドの音っていうのは僕にとってはガラ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 変わったんですよね。だからドラムのその合う合わないっていうのは当たり前ですけど、ポールほどであればね、やっぱり一番感じると思うんですよね。
なので上手い下手よりもこの曲にこのドラムが合うかどうかっていうのを探すのが割と大変なのかなと。リンゴスターみたいにね、優秀なドラマーでもないですからね、みんなね。リンゴスターは本当曲によって本当に綺麗に合わせるんで、そこがまたね、ビートルズマジックなんですけど、でも、それほどみんなあれほどね、器用なわけではないので、だったら自分でやってしまった方がいい、まとまった録音ができるというふうに考えることが多いのではないかなっていうふうに最近は思います。ポールはドラムも好きでしょうけれども、作品を完成させるっていう意味では、やっぱり自分でちゃんと覚えてしまって自分でできるようにしたかったと。その方が自分で納得のいく曲に録音できるというふうにいつも思ってはいたんでしょうね。そんなふうにポールのドラムに関しては理由付けを感じています。はい、以上でございました。